小川先生、こんにちは。こんにちは。どうも。はい、今回はどうやらですね、山本君の質問はハーフに限定した、ハーフのトップですね、トップポジションにおいてのパスタとか、そういったことについての質問が連なりそうです。というわけで、今回2回目、はい、お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、ちょっと寝てもらって、この足だよね。これで、で、こっちかなるほどね。で、僕がすごく得意なのが、柔道時代にこれの相手に胸をつけるっていうのをやってたんで、で道着がないとできないんだけど、すごく僕が一番好きなのはこれで入れていいんだ。で面白いでしょ。でこれね、で今の食らって上向いたらダメだと思って下向いたら、下向いたらこっちなんですよね。束ねて向いていく方をもちろん今握ってなかったけど、ここ道着がないとダメだけどね、こっちで向いていくんで、ただ嫌だから上向いてくるんだよ。で上向いてくればこれでつくんで、これをしゃべる。ちょっと上気味でいい。こんな感じ。上気味の時で、この人を上に向かして胸と胸つきたいよと。だけど邪魔だよね。なんか上向けとってもつかんわけよ。でこう考えてみると、山本さんの足が俺の足腰にこういうふうに絡まってるでしょ。でということはね、俺の腰がある方に山本さんの腰が向くんですよ。そうだよね。俺が僕にいるから山本さんのへそがこっちを向くと。じゃあ俺山本さんを上に向かす時どうすればいいかっつったら、俺の腰を山本さんの腰の上に持ってくればいいんですよ。そしたら上向かざるを得ないね。基本的な考え方としてはそうで、俺の、腰を山本さんの腰の上に持ってくるってことはちょっと話してもらっていい？俺の両膝を山本さんの腰の横持ってくれば上向いたの。でこれ、あんまり意味がなくなるやろ。だけど俺そう腰の上に持ってくるには、俺の膝を山本さんの腰の横に持ってくれば、これでもう方針が立ったわけね。でじゃああとはどっちから持ってくんだろうねと。左膝ここに置いたまま右膝をここに持ってくるのはもう寸法から言って無理なのね。左膝ここに持ってくるのが一番先です。でいろいろ理由があるんだけど、襟握って腰を押すことで、これも上を向かす力になるよね。でここからまず膝を山本さんの腰に当てます。でこの時俺の体がこっちからじゃない、山本さんの体に対して真横かちょっとケツが頭に近づくぐらいの角度から侵入します。ちょっと近づいた。でこれなんでかって言ったら、俺今からねちょっと話してもらっていい？あなたを転がしたいんですよ。こっちの方向から転がすより真横から転がした方が転ぶんだよね。だから、真横に行きます。でこれ邪魔だね。でこの膝をこっちに押しても全く意味はないわけだって、骨が縮められるだけだし、押しても君の腰は上を向かない。この膝ね、ここに来てほしいんですよ。ここにな。で持ってくる。ここに来た。簡単だ。でこれはこの力は今回も言ったかもしれないけど、尻の筋肉の力だから一番強いから防げないんですよ。防げないよ。でその時右手は離れるよね、寸法で。でも左手はめっちゃ引いてる。で出た。そしたらね、これで止めようかな、顔。でも脇すくわれやすくなる。脇はどうしてもすくっていいよ。すくえるんだけど、でも密着してないより全然前だし、ここから上に行ったら煽られてこう逃げられるから、もし脇すくわれちゃったらズボンでも握って締めとけば別にいいでしょ。このまま足抜きに行けばいいんで、もうこういう、俺はこれをすごく使う。もう一度やるとこうだな。襟握って腰握って、この膝を相手の腰にねじ込む。ねじ込んだら
まあこれはオーバーにやってるけどこの自分の体を垂直にしちゃう。これで上向いたらもう今度斜めに倒れていっていい。もう脇はすかれると思うんだけど、もうしょうがないというか構わない。上に登らないように握って押さえていけば、一応ここから足抜き始めればこっちの勝ちだね。はい、なんかいいかなんかこっち側に完全にこっち側にこっち抜かれると厳しいよね。これ本当やだね。でっかい人にこれされたら俺もどうしていいかわかんない、正直言って逃げれないからね。で1個好きなのはやるとしたら握って向こうに切ってって足をこっちに、ウィービング風にいっていく。でもしくはこれ相手によるんだけど、でもあと身長何個170。本当。でそうやっぱ上手くて行きづらい場合はやっぱ立っちゃうね。立っちゃう。で立つ時にどこ握る？こう握るやろ。まあここは握らせてもらうとして、でこれスイープ怖いからさ、こっちから立つとこれ下手したら返しそうな気がしよう。はい、ちょっと返してこっちでいいよ。単純にこう返されるね。だからそうだって相手が右手に俺の左手握ってるから左にスイープ来るから左足から上げたくなるんだけど、こうするとね右足なんか上がんないんだよね。あと潜りやすくなるよね。潜りやすくなっちゃったりするんで、これは左のスイープが来るかもしれないと十分警戒しながら右手めっちゃ重くして右足から上げるんですよ。意外と何もできないでしょ。そしたらこれ上がるんですよ。その右足上げて左足立ててちょっと緩めて攻めるというのが良いと。これでかい人にはこうする。相手がちっちゃければ束ねて潰して、で大事なのはそう横向けば向くほどこう切りやすくなるよね。パスするからと思って腹がこう向いたまま潰そうとしてもね、とっても彼のすねが俺の腹にめり込むし、どう考えても俺の膝がこっちから出てこないですよ、この角度だったらね。だからなるだけ切っていけばちょっと嫌じゃん。そうでもまあ彼うまいから結局これあんまりうまくない人だったらこれで緩むんで抜けて抜き目のここなんだけどウィービングのパスにいけるんだけど、あれぐらいうまくなるともうウィービングいけないんでストップ立ってリバースでラキバの攻防に持っていくんじゃないかな。一見落着しましたか？はい。よかったです。では今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。僕はヒールフックとか、外掛け、ミーリーピングとかがすごい合理的であるし好きなんですけど、今の IBJJF はそういうことを一切禁じられてるんですけど、それは僕はすごい本来の自由スとは違うっていうか、すごい自分にとってストレスに感じるんですけど、大川さんはこれはどう思うの？例えば勝手に俺の例に挙げて言うけど、僕は受験勉強って全くね嫌じゃなかったんですよ。ここでこのクイズを解けばなんか偉いって言われるというか、評価されるっていうのが全然好きだったし、そこに正直言って何の疑問もなかった。多分バカだったんである意味ね。で本当に頭のいい人はその受験勉強に何の意味があるんだとか本当の本質的なことを気づいちゃうともうやってられなくなっちゃうんだよね。だからそういう人は本当は頭はいいのに受験競争というところではいい結果が出せないかもしれない。で僕は、寝技が好きなんだよね。寝技が好きで大学では誰も知らないような柔道をやってて、そしたら柔術というものがブラジリアン柔術というものが流行ってきて、で僕は黒帯面白いからやってたら黒帯になった時にこ
このブラジリアン柔術の競技の、マスター&シニアはインターナショナルマスター&シニアか、その頃はワールドマスターなかったんでね、そこで勝てば俺世界一って言われるのかと、この体重とこの年齢でね、そこに俺は頑張っちゃったんだよだからそうまあ柔道時代はその無差別でやってたから、重い人とかともやってたから、でもこれ絶対体重一緒ならもう誰にも負けないと思ってたんで、もうそれを証明するところがあるからもう喜んでやってた。で、だからそう単にこう決められたルールの中でじゃあこれやりましょうっていうのをただやってるだけで、その理想の柔術とか俺理想の格闘技とかないんだよね。ないね。でもそういう人は多いね。理想の俺に言わせればだよ俺に言わせれば理想の格闘技って人によってみんな違うさ、理想の格闘技は。だから空手とか特にそうだけど、このルールで勝てない人はなんか年取って先生になって独立して自分の好きなルール作って自分のとこの人だけ集めて細々とやってるのがたくさんあるわけじゃない。でその柔術のここが格闘技じゃない、格闘技ってなんだよと。格闘技僕は思うに格闘技って俺は殺し合いだと思うのね。殺し合いを僕する気ないんで、格闘技って殺し合いなんですよでブラジリアン柔術ってスポーツだからサッカー見てなんで持って走らないのとか言う人いないわけよ。100m 走って速い、じゃあお前42キロ走ってみろとか言う人いないのに、なぜか格闘技という分野になると、いやそれダブルガード路上で使えるのかないや何それみたいな、本当そう思うんだよね。だから何考えてるのかな、まあでもそれがしたいならすればいいし、なんていうかな、自分の創造性っていうのはすごい偉そうになるけど自分の人生に使うんですよ。ルールにこのルールにのっとってこれやりましょうってやってるところに自分の創造性、自分がその組織を主催してやってるなら別だけど、一プレイヤーとしてやるんならそのルールで従うしかないじゃん。嫌ならやらなきゃいいし、で結局さっきの質問でどうやったら食べていけますか、そこに創造性を使おうよと思うけどね俺は。だけ小説価値観の違いでブラジリアン柔術いいねって人とつまんないって人がいる。受験勉強やっぱいいねっていう人もやんない方がいいねって人もいる。だから自分がやりたいことやってればいいんじゃないのかな。で確かに俺は受験勉強にもブラジリアン柔術ルールにも何の疑問も持たその範囲内で争うっていうか競争するということに何の疑問も持たなかったんで、そこに疑問を持つ人は大変だなと思う。せっかくの自分が持っているエネルギーの何割かをスポイルしてしまうわけだからね、使えないわけだから、正直言ってもったいないなって思う。俺ぐらいかな、悪いけど。で俺はただ充実ルールが変わったら変わったんだ、じゃあこのルールでどう勝てるのかな。もう選手じゃないからそこまで追求しないけど、選手だったらやると思うよ。ただ単に、こうなったんだ、じゃあみんなでこれに向かって知恵比べしましょうと、ただそんだけなんだよね。で自分がコントロールできるのって自分の人生ぐらいしかないから自分の人生に対してもっと偉そうになるけどね自分の思うところを存分に、ぶつけて自分の能力を発揮させればいいんじゃないかな。物事の優劣を決めるときに自分の思い込みを出しても第三者からわからないわけよ。だからすごい話ずれるかもしれないけど、俺試合するときすごい審判に気使うもんね。自分が試合するとき審判に気を使う。なぜなら勝敗を決めるのは俺と相手じゃない、審判だからね。審判にすごい気を使ってやってるんだけど、でもなんていうのかな、結局ルールが決めるから、充実ルールをやるならルールに敬意を払えとは言わないけど、そこに文句言っても相手には文句言ってもいいけど審判に文句言ってもしょうがないしと思うんだけどね俺は。だってもうそれはしょうがない。だけど自分の理想のもうそれを聞けば自分の理想の世界、宇宙とか、があるんならそこに全部自分の思う通りのルールでいいけど、現実世界そうじゃないから、みんないろんなルールに他のルール
もう元からあるルールとかに縛られて生活するしかないんでと思うけどね、答えになってるか分かんないけどね。